こんにちは、もしおです。今回はメガドライブのガンスターヒーローズにそっくりのゲーム、ガンナーズヘブンをご紹介します。初代プレイステーションのゲームですね。ジャンルはコントラタイプのアクションシューティングで、正確にはそっくりではないのですが、おそらくガンスターヒーローズを参考に作ったと思われるゲームで、頭文字が GH となっているのも偶然とは思えません。ガンスターヒーローズは93年9月に発売されたメガドライブ後期のゲームですが、ガンナーズヘブンは95年4月にプレイステーション用ソフトとして発売されたゲームです。プレイステーション本体の発売が94年の12月なので、セガサターンとの壮絶なシェア争いが始まったばかりの頃ですね。そんな時期にアクションシューティングゲームガンナーズヘブンがソニーコンピュータエンタテインメント SCEI から発売されました。3D ポリゴンのゲームが注目を集めていた時期ですので、従来の 2D 形式のアクションゲームであるガンナーズヘブンは数あるゲームの中の一つという感じで、それほど話題になることもありませんでしたが、当時からガンスターヒーローズと似ているのではという意見はそれなりにあったように思います。ガンスターヒーローズはセガメガドライブを代表する傑作ゲームの一つだと思いますが、それに似た雰囲気のゲームがライバル陣営の本陣から発売されるというのはちょっと面白いですよね。今回の動画ではメガドライブのガンスターヒーローズを少しプレイした後にプレイステーションのガンナーズヘブンをプレイして、どの程度似ているものなのか見ていきたいと思います。ガンナーズヘブンはそれほど話題になったゲームではありませんが、爽快感のある良作アクションゲームであることは間違いないと思いますので、このタイプのゲームが好きな方はぜひお付き合いください。ガンナーズヘブンをプレイする前にガンスターヒーローズをざっとおさらいしておきたいと思います。ガンスターヒーローズは93年9月にメガドライブ用のソフトとしてセガから発売されたアクションシューティングゲームです。開発はトレジャー。トレジャーは元コナミの開発スタッフが独立して92年に立ち上げた会社で、ガンスターヒーローズはそのデビュー作品です。コントラタイプのアクションシューティングですが、組み合わせにより10種類にもなる合体武器や投げ、スライディング、ジャンプアタック、三角飛び、防御といった多彩なアクションが特徴で、滑らかに動く多関節のボスキャラも話題になりました。95年にはゲームギア版が、2005年にはゲームボーイアドバンスでリメイク版であるガンスタースーパーヒーローズも発売されました。ガンスターヒーローズはセガの人気作品ということもあり、移植機会には恵まれていて、現在でも様々な機種のダウンロード版などで遊ぶことができます。初代メガドライブミニにも収録されていますね。ここではガンナーズヘブンとの比較として1ステージだけプレイしてみます。
次は今回の主役、ガンナーズヘブンです。ガンナーズヘブンは95年4月にプレイステーション用ソフトとしてソニーコンピュータエンタテインメント SCEI から発売されました。開発はメディアビジョンという現在も存続する会社で、同時期のゲームではクライムクラッカーズやワイルドアームズを手掛けています。こちらもコントラタイプのアクションシューティングゲームで、スライディング、格闘、ぶら下がりといった多彩なアクションやバルカン、ホーミング、ファイヤーといった武器の特性はガンスターヒーローズを彷彿とさせます。ただ全く同じというわけではなく、ガンナーズヘブンはワイヤーによる移動やボムによる広範囲攻撃が用意されていたりします。通常ショットも常に4タイプの武器を切り替えることが可能で、武器は倒した敵が落とすアイテムを拾うことで一定時間パワーアップさせることができます。また10秒間だけ暴走を引き起こすブーストと呼ばれるアイテムも用意されています。コントローラーでの操作はこんな感じになっています。ガンスターヒーローズが十字キープラス3ボタンだったのに対し、さすがは次世代機のゲームですね。ガンナーズヘブンでは6つのボタンに機能が割り振られています。ゲーム画面での操作も少しだけ見ておきます。まずは武器から。こちらは連続攻撃が可能なバルカンです。自動追尾してくれるロックオンレーザー、着弾後貫通弾になるグランドカッター、連射できない代わりに威力があるファイヤー、 L2 ボタンを押し続けることで時機を固定した状態で攻撃する向きを変えることができます。十字キーの下とジャンプボタンでスライディング、広範囲に攻撃ができるボム、 R2 ボタンでワイヤーを発射して移動することもできます。こうしてみると独自要素も結構ありますね。残念ながらガンスターヒーローズのように2人同時プレイはできませんが、武器の特性が異なる上級者向けのアクセルと初心者向けのルカという2種類のキャラクターが用意されています。今回はアクセルでプレイしますが、初心者向けのルカは武器が強力でゲーム全体の難易度が下がりますので、アクションゲームが苦手な方でも楽しめるようになっています。それではガンナーズヘブンの序盤のステージをプレイしてみます。やったぜ。
てめえもバルキリー狙いか。悪いがあの筆跡は俺たちパンプキンヘッドがいただくぜ。行くぜ。人を見かけで判断しないことだな。なんとしてでも俺たちが先にバルキリーを見つけてやるぜ。
こんな坊やに手を焼いたらパンプキンヘッドの名前に傷がつくわ。行くわよ。いかがでしたでしょうか。不甲斐ないプレーで申し訳ありません。ステージ2のカメレオンのような中ボスにうまく対処できず、大きく体力を減らしてしまいました。全部で6ステージあるのでまだまだ先があり、後半は難易度が上がります。ゲーム内容の方はガンスターヒーローズが緻密に計算されたゲームバランスでゴリ押しで進むのが難しいフロート好みのゲームなのに対して、ガンナーズヘブンは爽快感重視で誰でも気軽に楽しめるゲームに仕上がっているように感じました。初心者向けのキャラクターであるルカを使用すると標準で強力な武器が使用できますので、あまりこの手のゲームが上手くない方でも爽快なアクションが楽しめるのではないでしょうか。ガンナーズヘブンはセガサターン、プレイステーション本体が発売されて半年も経っていない時期に発売されたゲームなので、当時学生だった私はセガサターンしか持っておらず、発売した直後は雑誌でチェックしていた程度で実際にプレイすることはできませんでした。その後プレイステーション本体を購入して中古で入手したわけですが、その頃には数百円で販売されていましたので、数多く購入した安いソフトの1本という程度の認識でガンスターヒーローズに似たゲームという印象しかありませんでした。特別な思い入れもなかったからか手放した覚えはないのですが、知らないうちに行方不明になってしまい、どこを探しても出てこないことからプレイステーションストアでダウンロード版を購入。
改めてプレイしてみたところ面白かったので、比較的最近買い直したのがこちらのソフトになります。購入価格は2000円ちょっとだったでしょうか。今だと個人売買でも4000円くらい、中古販売店だと定価を超えてしまっているケースもあるみたいですね。ややマイナーなソフトで移植や復刻もされていないことから中古価格が上がってしまうのも無理はないのですが、良作とはいえ定価を超えてくると少し違和感を感じてしまいます。 PS3 をお持ちの方であればプレイステーションストアでダウンロード版が600円ちょっとで購入できますので、そちらが良いかもしれませんね。ガンスターヒーローズにちょっと似ているゲーム、ガンナーズヘブン。皆さんはどう思われたでしょうか。アクションゲーム好きな方であれば楽しめるゲームだと思いますので、未プレイの方は機会がございましたらぜひ遊んでみてください。それではまた。今回はもしおがお送りしました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。